エスタスぷくぷく満腹はるかです。はい、今日は一日ウルグアイに行ってきます。今アルゼンチンのブエノスアイレスにおるんやけど、今からウルグアイのコロニア・デル・サクラメントに向かおうと思います。ワンデートリップで行ける距離なんやけど、フェリー代がコロニアエクスプレスで7万8000ペソだからだいたい8300円ぐらいで購入しました。なんかオンラインで予約するより現地のチケットオフィスみたいなところで往復で購入した方が安いのでおすすめです。今からそのフェリー乗り場に向かおうと思います。では行ってきます。ブエノスアイレスの高速道路、めっちゃ綺麗。都会。彼は道を間違えたようです。ウーバーでサクッと20分ぐらいでコロニアエクスプレスのフェリー乗り場に到着しました。ここからとりあえずチェックイン、簡単にチェックインできたのでボーディング入ります。まずは荷物検査。ウルグアイへのエミグレ無事完了しました。マジで5分ぐらいで終わった。めっちゃスムーズ。出港前の1時間半前にチェックインしてって言われて、その1時間半前に来たんやけどもうなんかスムーズすぎて1時間半暇になっちゃった。あとなんか待合室みたいな空間で待ってるんだけど、冷房効いてて、でカフェとかもあるし、あと Wi-Fi も無料でサクサク快適に使える。ちなみに私今回この南米周遊にエアロのグローバル eSIM 使ってるんやけど、今回私が行く国ほとんど全部がグローバル eSIM に含まれてるから、こういうなんかワンデートリップウルグアイの時も使えるからめちゃくちゃ楽ちん。私が利用してるのはこの1年間のこのプランなんやけど、期間とかも何個かあるから結構おすすめです。エアロの eSIM 初めて使うって方はこの紹介コードを使ってもらえたらお互い3ドルもらえるので、よかったら使ってください。ということでここで1時間半待ちたいと思います。ついに60カ国目のウルグアイに行けるのめっちゃ楽しみ。では後ほど。12時になったので今から登場します。アネロンバッチリ飲みました。乗ります。免税店ある。めちゃくちゃ綺麗やん。めちゃくちゃ船内広い。茶色すぎ。メコン川やん。汚ね。汚すぎる。やば。アルゼンチンブエノスアイレス都会やな。このフェリーに車を乗せれるらしくて乗り込んでいってるからだいたい1時間半ぐらいかなの船旅楽しみたいと思います。ちょっと汚すぎるけど。12時半ぴったし出港。バイバイアルゼンチン。いい天気。赤レンガ倉庫みたいな、茶色と青色みたいな比較になってるけど、手前でも十分汚い。なんでこんな汚いんやろ。揺れるって聞いてたけど全然揺れへんから、アネロンのまでも行けたわ。でも酔いやすい人はちょっときついかもしれない。船自体が結構大きいから安定してる。てっちゃん飲んでる。さすがアルゼンチン人。アルゼンチン人はもうどこにでも負けちゃってくるらしい。1時間ちょっとぐらいで飛行機みたいな降り方や。ウルグアイ入国。のどかな雰囲気ですね。60カ国目のウルグアイ無事到着。今2時ぐらいやねんけど、もうめっちゃお腹空いたからとりあえずご飯を食べに行こうと思います。帰りのフェリーが8時半とかでチェックインが1時間半前の7時だから、それまで満喫します。おー、綺麗な緑。シビート
チビートです。ウルグアイで有名なチビート頼みました。めっちゃジャンキー。これで550ペソだから、まあ、大体2300円ぐらいかな。ジャンキーなサンドイッチとポテトいただきます。これ出てくるのにまさかの1時間も待ってんけど、チーズたっぷり、チーズとハムと卵が入った普通のサンドイッチって感じ。いただきます。うまいうまい、めっちゃうまい。肉味が濃くてうまい。ポテトが非常に微妙。これ作るのに1時間かかるのはやばいけど、多分混んでるからかな。でも味は美味しい。うまい。めちゃめちゃお腹いっぱいになった。今からちょっと街歩きしに行きます。もうなんか有名どころは結構集結してるから、もうそんなにめっちゃ歩くみたいな、時間かかるみたいな感じじゃないから、いろいろと回って、でその後なんかどっかおしゃれそうなカフェ入ってゆっくりしようかな。ほんまにヨーロッパみたい。めっちゃすごい落ち着いた雰囲気。おー、アイスクリーム屋さん。おー、タイルがかわいい。花がかわいい。コロニア・デル・サクラメントはユネスコに登録されてて、1995年に登録されたっていうこの証明みたいなのがここにある。ここが一番有名なため池の小道って呼ばれている場所。ここ、私が今回来てるコロニア・デル・サクラメントはポルトガルとスペインで領土争いが何回も頻繁に起こって、でコロコロ変わってたんですけど、1777年に最終的にスペイン領になった場所になってます。でもこのポルトガル式のこの雰囲気は未だに残ってて、で混在してる様子からユネスコ文化遺産に登録されたっていう背景がある街です。綺麗。あれ展望台やな。タイルとかがすごいポルトガルっぽい。花と白い壁がめっちゃ映える。かわいい。使ってないけどおしゃれにしてる車。うちの時代のやつ。これがライトハウス。上登れんねんけどちょっとお金かかるんかな。35ペソ、だいたい140円くらい。ちょっと海があまりに汚いことを知ってるからちょっとやめときます。さっき寄ったここまでがポルトガル、そしてここがスペイン式。この道が全然違う。いや、なんかああいうスタイルとかもやっぱポルトガル式で、ここマヨ広場っていうところやねんけど、こういう見晴らしのいい場所がスペイン式らしい。鳥の鳴き声に緑と花がいっぱいあってめっちゃのどか。こういう日向ぼっこをしたくなる気持ちめっちゃわかる。大聖堂に到着しました。で、入ってよろしいんでしょうか。また売られているクラシックカー。運転手は普通の年子かな。風あると涼しいけど普通にめっちゃ暑い。暑い。赤レンガ倉庫みたいな、ちょっとおしゃれな感じの、これなんかの跡地。わあ、珍しい鳥がいるよ。見えるかな。鳩がたくさん展示されてる。無料で入れる絵にしてはすごいちゃんとしてる。この絵がお気に入り。そこに油絵、綺麗な色味。汚い海を見渡せる橋。茶色すぎやろ。やば。汚ね。昔
市の要塞とその下にカフェ。最高やな、この景色見ながら。うわー、ビール飲みたい。泳いではる。お、頭使ったぞ。すげえ。プライベートビーチで魚釣りをしている人もいる。アマゾン川みたいな。なんでこんな汚いかわからんけど、もう熱帯雨林みたいな感じなのかな。2時間ぐらい散策してだいぶ回れたんで、今からゆっくりカフェに行きまーす。結構小さい街やからゆっくり歩いても2時間ぐらいで十分観光できるかなって感じ。こちらのコロニアサンドイッチコーヒーショップ。なんかオレンジと人参と生姜を混ぜたスムージーみたいなのを頼みました。でもこの大きさで500円弱でまあまあ高い。他のコーヒーとかはもう600円とかで、ウルグアイはまあ高い。ウルグアイ価格。いただきます。普通に果実 100% のオレンジジュース。あんまり生姜とか人参感じへんねん。普通にまあ喉乾いてたから美味しいけど、いやタイのマンゴースムージー飲みてー。7時前なので今フェリー乗り場に向かってます。でもさっきのレストランでもそうやったんだけど、なんか何パーかはちょっと確実には分からんねんけど、10%から20% ぐらいが政府から外国人に対して還元されるっていうのがらしくて、支払いするときにカフェ屋と 20% 引かれてた。観光客を増やすために政府が今そういう政策をしてるみたいで、なんか知らんけど安くなって。だから、ちょっと100円よりお安めになってラッキー。そう、外国人に対してしてるらしいけど、お店によっちゃなんか多分忘れられてる時もあるかもしれんので、もし来て引かれてなかったらちょっと聞いてみてもいいかもしれん。私ピンバッジも買ったんやけど、それもなんか若干引かれてたから、ただ 20% までは引かれてないから、なんかあんまり詳しくはわからんないけど、ぜひ聞いてみていただけると。じゃあ今からアルゼンチンに戻りまーす。めっちゃ並んでる。無事海ぐれ完了したけど、この長蛇の列やばい。行きはそんな混んでなかったけど、帰りすんごいから結構早めに来た方がいいかも。綺麗な夕暮れ。バイバーイ、ウルグアイ。あとはブエノスアイレスに戻るだけなので、今回の動画はここまでにしたいと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。アディオー。